というわけで僭越ながら、ニコニコ超会議2023にて開催される、超ルール無料 JCJC ステージに参加させていただくことになった。せっかくなので新マシンを引っ提げて参戦しよう。マシンのコンセプトは、ライトウェイト。無駄なものを極力省いた軽量なマシンを作りたい。軽さはスピードに直結するし、難所であるレーンチェンジで抑え込みやすいという利点がある。まずはパワーソースの選定。モーターは軽量なドローン用コアレスモーターを選択。バッテリーも軽くて高出力なドローン用を選択しようと思ったのだけど、JCJC タイムアタックは数秒走れれば良いので、このバッテリーだと容量の大部分が無駄になってしまう。かといって超小型のリポバッテリーは流せる電流が小さいので、モーターをぶん回すには不向き。そこで目をつけたのがこちらの、スーパーキャパシタ。容量はリポバッテリーよりすごく小さいけれど、瞬間的な重放電の能力は高いという特徴がある。そして何よりとても軽い。どれほどの性能かわからないので、とりあえず実験してみよう。まずはこちらのミニ四駆に端子をくっつけて、スーパーキャパシタを 2.4V くらいまで充電。マシンに接続。おお、良い感じに回っているぞ。小さい割にしっかり働いている。次は実際に走らせてみよう。スーパーキャパシタ接続。ゴー。これは、なるほどね。あ、止まった。実験で見えた問題点は、1、そもそも出力が弱い。これはいつも通り足し算で解決しよう。2、容量が小さいのですぐに止まってしまう。これはマシンを軽くして、走行抵抗の少なさでカバーするしかない。というわけで開発を開始する。まずは具材のレイアウト。以前開発したアダムと同じく、センタープロペラシャフトの4輪駆動にする。2回目のスタート地点から計測する余裕はなさそうなので、4駆のトラクションで一気に加速して、一発目のタイムにかける。モーターはフロントに配置。メインディッシュのスーパーキャパシタは、他の具材を避けるようにモーターの左右に配置する。これに合わせてシャーシを設計。最後にローラーステイを作れば、3D データ完成。具材が小さいので、かなりシンプルな見た目になった。3D プリンターで召喚。ここからは組み立て。これにローラーステイをつければ、スーパーキャパシタ搭載タイムアタック特化型マシン、完成だ。ベアリングなしのプラローラーは抵抗大きいんじゃないのと思うかもしれないけどご安心を。ステイにボールベアリングを埋め込んで、ローラーの軸ごと回転する仕様になっている。ステイの上下にベアリングを搭載しているので、通常のベアリングローラーに比べて、角度のガタがほとんど発生しないという利点がある。しかもこのベアリングはなんと、憧れの NSK ボールベアリング。今回のイベント、日本製鋼株式会社様に協賛していただいており、ベアリングを提供してくださったのだ。そしてバンパーに仕込んだのは、外径が 4mm の極小サイズなので、ミニ四駆で使われる最小サイズのボールベアリング、いわゆる520の約半分の重さとなっている。これを前後左右のローラー部分に搭載し、プロペラシャフトの軸受けにも使用。六角シャフトの軸受けとクラウンギアの受けには520を採用。マシン全体で合計16個ものボールベアリングを使いつつ、重量は 28.59g。一般的なノーマルミニ四駆の4分の1以下に収まった。これはとんでもない記録が出るに違いない。適当に充電及び電圧チェック装置を作って、スーパーキャパシタを 2.9V くらいまで充電。シェイクダウン行ってみよう。スイッチを入れてからコースに置く余裕はないので、コース内でスイッチを入れる作戦。ゴー。これは、タイムは 2.50 秒。スタートから半周以上タイヤが空転している。そこからはすごく速いけどすぐに失速してしまう。どうやらスタートから最高速に到達するまでに、エネルギーの大半を使ってしまう。押してスタートすれば良いのでは？レンスカーで行われる、いわゆる投げスタート。
本来はタイヤの摩擦でコースが傷むのを防ぐスタート方法で、計測地点の手前でやることはないのだけど、ルール無用なら許される。というわけで LC の下りから押してスタートしてみよう。ゴー。おー。入った。あ、なんか取れた。タイムは 2.20 秒。自己ベストには届かないけど、かなり良いタイムが出た。レーンチェンジをスローで見ると、かなり浮いてしまっているものの、なんとか通過。そして外れたローラーステイがこんにちは。まだフル充電は試していないけど、本番前にバラバラになっては困るので、今回はここまで。イベント当日までに車体の調整や、ぶん投げスタートの練習をしておこうと思う。そういえば先日 AI に最速を出す方法を聞いたら、練習と努力が必要って言われたけど、これのことだったのか？そして超会議用の新マシンがもう一台。